来年以降結果が出るのがとっても早くなります。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今月21日は冬至ということでエネルギーが大きく変わります。11月20日に風の時代に本格移行してから、もうすでに日本や世界でも大きな動きの予兆が出ていますね。冬至以降、そして来年からはさらに加速していくことが予想されます。冬至までに知っておきたいこと、準備しておくと良いことについてお話ししてみます。ぜひ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても励みになります。SNS でもいろいろ発信していますので、フォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は2024年風の時代完全移行後初めて迎える冬至についてお話ししてみたいと思います。冬至とは簡単に言うと、昼の時間が一番短く、夜の時間が一番長い日です。冬至がいつになるかは天文学的に決まるので、毎年12月21日か22日なんですけど、今年は21日となります。冬至を境にして昼がだんだん長くなっていきます。ですので、陰の気が極まって陽に転ずる日とか、太陽が力を取り戻す一陽来復の日と言われていて、再生や復活のエネルギーが高まる日とされています。毎年夏至と冬至で陰と陽が切り替わるわけなんですけど、今年の冬至はスピリチュアル的に見て例年とかなり違った意味合いを持つ日になります。というのも、冒頭でも触れましたが、先月11月20日に風の時代に完全移行してから初の冬至になるわけなんですね。冥王星が240年ぶりに水亀座に入ったことで 100% 風の時代になったと言われています。この冥王星というのが破壊と再生を意味する星と言われていて、過去に冥王星が水亀座に入った時には天動説が地動説に変わったり、フランス革命が起きたりといった、まさに世の中の常識がガラッと根底から覆されるような大変化が起きているんです。詳しくはこちらの2つの過去動画でお話ししているので、またよかったらご覧ください。今日本では103万円の壁をめぐる議論が活発になっていて、これまでの制度が大きく変わろうとしていたり、選挙の戦い方なども風の時代らしい変化が見られています。ですが、まだ変化の過渡期にあるので、スキャンダルや違反の有無など物議を醸すようなごたつきも見られます。先日は韓国のユン大統領が戒厳令を出したことが大きな混乱を招いていたり、まさに破壊と再生の動きが出ているなって感じます。秋分から冬至までの陰のエネルギーが強くなっていく時期に風の時代の移行が重なった影響もあると思うんですけど、これまでみんなが暗黙の了解事項にしていたこと、ネガティブな部分やだましやってきたことが浮き彫りになったり、負の遺産のようなものを清算する流れになってきています。風の時代に入って新しい風に乗って進めばいいんだっていうことは頭では理解してるんだけど、自分の奥に閉じ込めて見ないようにしていた闇の部分が浮かび上がってきたり、このままではいけない、何が変えなきゃっていう意識の変化とともに焦りや不安を感じて戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当に今エネルギーの過渡期という感じなんで、土の時代からそんなにいっぺんに急には切り替われないよっていう方もいらっしゃると思うんですね。新しいエネルギーにスムーズに順応できなくって、ちょっとごたごたしちゃってるって方もいるんじゃないでしょうか。ということで、冬至以降、そして新年から風の時代の新しいエネルギーをうまく取り入れていくために、冬至までに準備しておきたいことについてお話ししておこうと思います。これ絶対にやらないとダメとかこれやっとかないと悪いことが起こるとか、私そういう強制的なことは言いません。それこそスピリチュアル依存になっちゃいますからね。何事も無理せず楽しく軽やかに取り入れることが大事ですから、自分でいいなと思ったことを参考にしてみてください。はい、では新年から風の時代の流れにスムーズに乗るために冬至までにやっておきたい3つのこと。まず最初の1つ目は、心身を健やかに整える。この時期は急に寒くなって風邪をひきやすいので、冬至の日にはゆず湯に入る、かぼちゃを食べるといった風習がありますよね。ゆず湯は邪気を払う、黄色には魔除けの効果があるとされていて、ゆず湯に入ることで体を清めるみそぎになると言われています。
また柚子は実るまでに長い年月がかかるので、長年の苦労が実るとも言われています。柚子の香りにはリラックス効果があって、血行促進や免疫力アップの効果も期待されるそうです。かぼちゃを食べるのはベータカロテンが風邪をひきにくくすること、また中身の黄色には魔除けの意味もあるそうです。どちらも健康効果が高くて縁起物ですから、ぜひ取り入れたいですね。冬至までのこの期間はスピリチュアル的にも陰のエネルギーが最大へと向かう時期なので、心身ともに不安定になりやすい期間です。なるべくお天気の良い日にはお日様に当たって幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やすことを心がけましょう。雪が降る地域の方などで日光浴が難しい場合は、お部屋でストレッチをしたり軽い筋トレをするのもセロトニンの分泌に効果が高いそうです。あとはタンパク質にはセロトニンの元になるアミノ酸が多く含まれているので、肉や魚、豆製品などを意識して摂るのもおすすめです。そしてしっかりと質の良い睡眠をとりましょう。ベッドの上にあったかい敷きパッドを引いたりね、モコモコの毛布で眠ると気持ちいいですよね。今はね、昔に比べてお手頃な値段でとっても質のいいものがたくさん出ていますから、いろいろ工夫してみるのも楽しいですよ。私も先日ムクムクの冬用の敷きパッドを買いました。ほら、こんな感じでね、ムクムクであったかそうでしょ。ふわふわで気持ちいい。こういうことも小さな幸せですよね。概要欄にあったか寝具のおすすめリンクを貼っておきます。2つ目は、頑張ってきた自分を認めて褒めて感謝する。今年を振り返って自分の歩みを認めてあげて、たくさん自分褒めをしてあげましょう。こちらの動画が参考になりますよ。皆さんが今年頑張ったことは何ですか？新しいチャレンジ何かやってみましたか？自分自身成長できたなって思うことはありますか？来年に向けて何かやりたいことをイメージしていますか？私の動画に出会ってから意識や行動が変わりましたっていう方がたくさんいらっしゃいます。自分の内側が変わると外側の世界に投影されますから、周囲の環境や人間関係にも変化が出ているんだと思います。冬至前の陰のエネルギーの影響でちょっとトラブルを抱えていらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、できるだけポジティブな意識を保って、あと波動を整えるようにね、心がけていれば大丈夫です。冬至以降からは少しずつ霧が晴れるようにね、明るさが出てきますから安心してください。まずは今年少しでも前に進もうと変化を選ぶことができた自分を褒めてあげてください。そして自分自身と周りの人たち、いつも見守ってくれている目に見えない存在たちにも感謝をすることを忘れないようにしましょう。あなたが今生きている、もうそのこと自体がね、とっても奇跡的なことでありがたいことなんです。そしていいことも悪いことも全部がね、学びで、たくさんの経験をしながら成長しているんです。自分にね、ここまでよく頑張ったね、偉い、100点ってたくさん言ってあげてください。私もね、先日5万人を達成できたので、自分褒めたくさんしていますよ。はい、では最後の3つ目は、本当の願いが何か、もう一度自分を見つめ直す。今皆さん叶えたい願いがあるとしましょうか。風の時代に入って冬至から大きく飛躍するためにシフトアップしていく流れにはなってるんですけど、本来の自分らしい生き方って何なのか、もう一度自分を見つめ直すことが必要です。時代は二極化の流れになってきているって言われていますよね。スピリチュアルの世界でも目覚めを選ぶ人と眠ったままの人、この2つで二極化すると言われています。ただ皆さんがこの目覚めを選ぶ人の側だったとしても、今まさに過渡期という感じなので、ごたつきが出やすい時なんですよね。先ほども言いましたけど、韓国の政治のことだったり、特にこの前の兵庫県知事選挙とかね、土の時代と風の時代の狭間で、陰のエネルギーの影響もあって、いろんなことが表面化してね、できちんと一旦整理しないといけない流れになってきています。特に兵庫県知事選挙では、戦い方自体は SNS 戦略というね、まさに風の時代を先取りしたとってもいい形だったんですけど、どちらかまたは双方の意識がね、土の時代のままでいると認識のズレが出てしまって、冥王星の破壊と再生のエネルギーの影響を強く受けて、デトックス、破壊の作用が大きくなってしまいます。
ということで、これは一例ですけど、こちらが意図しない時に、思いがけずね強制的に生理を促されちゃうと結構きついことになるので、今のうちに自分からね願いの方向性とか目的がちゃんと合っているか、もう一度見つめ直しておいてください。例えばある願いがあるとして、どうしてそうなりたいと思うのか、魂が真からそうなることを望んで喜びとしているのか、そこに愛や喜びはあるのか、なんとなく世間体がいいからとか、人に自慢できるから、誰かと比べて負けたくないから、別に好きなことってわけじゃないんだけどお金になりそうだから、その肩書きに優越感を感じるから、親に勧められて仕向けられてきたから。もしそんな感じだとしたら、それってあなたの魂の本当の願いですかということなんです。もちろんね、社会人として親としてやるべきことはありますよ。責任や義務はありますからね。でも本来のあなたじゃない、違う誰かになろうとしているのであれば、目覚めとは逆の方向へ進んでしまうことになります。本来の自分とはかけ離れたものを目指してしまうと、頑張ってもなかなか結果が出にくいですし、せっかくね努力していてもいずれ壁に阻まれることになります。前にねこちらの動画で言いましたよね。玉ねぎやじゃがいもがトマトになろうとしなくていいんだよってことです。玉ねぎは玉ねぎの良さに気づいて美味しく料理すればいいんだよって言いましたよね。本来の自分じゃないものになろうとしていないでしょうか。自分が持って生まれてきた才能、宝物にちゃんと気づいていますか。魂の声に耳を傾けていますか。その願いは本当の自分に目覚めることかどうか、当時までにもう一度内観してみましょう。どうしてそうなりたいの？どうしてそう思うのっていう感じで、一つ一つ階段を降りるように自分の内面へと深く降りていってください。そうすると自分の闇の部分とかネガティブな面が見えてくることもあります。でもそういう自分も自分なんですから、ただ見てあげて、まるっとね全部受け止めてあげて、認めて愛してあげてください。そしていらないものはどんどん手放していきましょう。こちらの動画が参考になるのでまた見ておいてください。そうしているとね、過去のことが浮かび上がってきたり迷いが出てくるかもしれません。でもそれはね必要なデトックスで、見て見ぬふりをして進まない方が賢明です。何かね無理や背伸びをしていたなと思うことがあれば、今のうちに修正や調整をしておきましょう。これから先へ進むのがすごく楽になりますし、来年以降結果が出るのがとっても早くなります。また何かね黒い感情が出てきても自分を責めることはしないでください。過去は全部学びです。反省はしても後悔はしなくていいんです。すべては全部自分だけの花を咲かせるための栄養になりますからね。沼落ちして腐るのか、それとも蓮の花のように沼から出て大輪の花を咲かせるのか、吹いてきた風に乗るのか、それともただやり過ごすのか。風の時代は二極化がどんどん進んでいきます。捨てるべきものを捨てて、肩の力を抜いて新しい意識に切り替えておきましょう。そしてここからの人生は他人任せにせず、自分で選択決断をして進みましょう。当時までにこうしたことをやっておくと、エネルギーの切り替えがスムーズにできて、来年を迎えるのが楽しみになりますよ。あとはね、2025年には悪いことが起こるなんてある予言があったり、不安な人もいるようですけど、集合意識を作っているのは私たち一人一人の意識なんですね。私たちの意識が未来を作っていくわけですから、不安でいればまさにその不安通りの現実を作り上げてしまうんです。予言が当たってしまうのはそういうことなんです。予言とか占いってそれを回避するためにあるんですよ。ただどうしようどうしようって怖がってるだけじゃ何の意味もないんですよ。私たちがみんなで意識を変えれば未来も変えられます。ただ起こるに任せて、もう受け身でね怯えて過ごすだけじゃなくって、以前の動画でもお話ししたように、風の時代は自分が風を起こすんだっていう意識が大事です。私たち一人一人が主役で、それぞれが自分に革命を起こしていく。一人一人が変化を起こすことで周りが変わって、そして日本が、世界の流れが変わっていきます。これからの一日一日を大切にして冬至を迎えましょう。この3つの準備をしておくと、冬至のエネルギーを余すところなく受け取って、来年以降大きく飛躍できるはずです。ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は風の時代に本格移行して初めて冬至を迎えるにあたって、冬至までをどう過ごすか、準備についてお話ししてみました。
来年からの願望実現が風に乗ってスピードアップしますよ。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。